こんにちは。バラの記録チャンネルのしずくです。今年の春は花見にほうけずに早めに薬剤散布を始められたので、毎年ゴールデンウィーク恒例だった葉巻虫被害もなく、我が家のバラたちも順調に育っています。今回は3月8日から5月11日までの春の我が家の作業記録をご紹介いたします。団地の皆様とは作業するタイミングが異なるだけでなく、自己流な上、何よりも自分の体調を優先するため、バラの育て方としては乱暴すぎておすすめはできませんが、よろしかったらご覧ください。それではどうぞ。午後2時、気温は 6.8 度です。今日はこちらの木工バラ、枯れた枝を切って誘引し直そうと思います。結構枯れ枝が多いですよね。毎年こうなんですけども、今茶色く見えてるのは枯れてる枝です。我が家の木工バラは寒冷地であるのに冬囲いをしないせいか、冬の間にかなり枝先が枯れてしまいます。伸びた枝先の細い枝にもぎっしりお花が咲くのが木工バラなので、もったいないなと思いつつ、冬の海岸の強風にも吹き飛ばされないようなしっかりとした準備は私にはできないなと諦めています。それでも花数は随分少なくはなりますが、控えめに咲く感じも可愛らしくて気に入っています。木工バラは9月に花芽ができるそうなので、剪定は花芽ができる8月末までに行うようにとのことです。我が家では家の北側に植えたせいか、モンスターローズといってもそこまで樹勢が強くないので、夏は剪定せず伸び放題にしてしまい、毎年春先に枯れ枝切りと傷んだシュートを根こそぎ取り除いて誘引し直しています。家の北側に植えた木工バラは、つるが東側へ自然と伸びていき、お日様の当たる資材置き場の屋根の下にも自然に広がっていきました。大雨でもお花が散らずいいですが、北向きでそれほど強くないとはいえモンスターローズなので、屋根が壊れないように見張らなければと思っています。一部緑の葉っぱもありますけれども、なんかお花が咲いてくれた枝はほとんど枯れてるように見受けられます。軒下に入ると結構赤くなっている芽もあるようです。で、一部こちら少し芽吹きも見えました。今年もちょっと遅かったかもしれません。はい、今4時半です。で、今日は半分ぐらい整理がついたかなっていう感じです。ちょっと立体的な感じに誘引してみました。で、木工バラも長く伸びた枝の先端の方にしか花芽がつかないので、この辺はもしかして咲いてくれるかなって期待してるんですけれども、はい、去年の葉っぱの下から花芽が出ているようです。3月になってだいぶ晴れる日も増えてきました。今日は3月10日午後2時半を回ったところです。気温は 8.2 度、日差しがあるので暖かいです。今日はこちらの地植えのつるバラを剪定していきたいと思います。もう伸びっぱなしですごいことになってます。
手前がまずアイスバーグです。でこのアイスバーグの後ろにモンスターローズのポールズヒマラヤンムスクがあります。それからポールズヒマラヤンムスクの後ろには全然もう小さいんですけどピューレッツァっていう木工バラ、白の木工バラに近いバラなんですけれども、ピューレッツァがあります。ピューレッツァは半日陰 OK だったはずなんですけれども、夏は特に他の植物の影になっちゃってお日様が足りないようで小さいままなんです。でこの子はものすごく強い性質を持っている割に四季咲きということなので、うまく咲かせてみたいんですけれどもね。そしてこの後ろの方にポールズヒマラヤンムスクで、右横にツルアイスバーグという立地で、東側にコーネリアがあります。ここは西のお庭ののり面なんですけれども、こちらにつるバラがまとまって植えてあるので、全体のバランスを見ながら4つとも同時に剪定していこうと思います。まずは枯れ枝切りからスタートしようと思うんですけれども、毎年ものすごい霜枯れがあります。今まであまり気にしてなかったんですけども、おばさんに冬囲いしないのって毎年聞かれてて、もしかしたら冬囲いしたらあまり枯れないで咲かせられるのかもしれませんね。はい、枯れ草などでよく見えないと思うんですけれども、すいません。枯れた枝を切って、あと結構地面に這わせちゃってるんですけれども、枝同士を誘引したりしてざっくり固定しました。はい、それからこちらはツルアイスバーグです。で地面に這わせるときにこのバラの家さんのローズスタイリストも活躍してます。はい、こちらのコーネリアもだいたい長く伸びた枝を横にローズスタイリストで横に倒して、でこの枝が結構長く伸びすぎていたので、ぐるっと回して後ろの枝と重ねるようにしてみました。ポールズヒマラヤンムスクもすごく枝が伸びますので、だいたいは地面の方に長く伸びた枝をローズスタイリストで倒してあげて、こことかありますね、倒してあげて、あとはバラ同士ちょっとメンテナンスのために通路を作るような感じで、重なるような枝はぐるっと奥の方に、よく見えないですね、すいません、奥の方にトンネルみたいに行くようにしてみたんですけれども、これ咲いてみないと分かんないですよね。うまく咲かせられますように。はい、西のお庭の東側に来ました。でちょっと見えづらいですね。手前がブルーフォーユで、その横がサハラ98、後ろの方にスモークツリーで、その横にモーガンヒル、こちらも枯れた枝を切ったり剪定します。はい、これモーガンヒルです。もうかろうじてこの枝が生きてる感じで、あとその後ろは枯れちゃってますし、ここ1本だけになっちゃいました。草刈りのたびに間違えて刈られちゃってる子なんですけども、
頑張ってほしいですけどね。どうでしょう。はい。そしてこちらのサハラ98、株元真ん中に大きい穴が開いてます。カミキリムシですかね。心配ですが、枯れ枝とかいろいろ切ってみます。カミキリムシに食われたような怪しい穴のあるサハラなんですけれども、一応この辺とか少し芽吹いてきてたりするみたいなので、この大きい枝が丸々枯れちゃってますけども、なんとか生き残ってくれたらいいなと思ってます。はい、サハラは枯れてる枝だけ切って着剪定な感じにしました。で、結構枝の株元のところがなんか白っぽいのがちょっと嫌な予感です。毎年春に大きいベーサルシュートを出してくれる子なんですよね。で、不運にもここのり面に植えてあるので、滑って足で折ってしまったり何回もしちゃった子なので、もうかわいそうなんだけど、ちょっと頑張ってほしいです。ブルーフォーユーは元気そうでよかったです。ざっくりと切りました。はい、こちらカミキリムシの出た大きな穴のあるスイートジュリエットです。で、いつ枯れちゃうかなと思ってたんですけども、今年も芽吹いてきてくれてたので、一応植え替えしてやってみようと思います。去年もお花一応咲いたんですけれども、全然スイートジュリエットとは違うようなお花になっちゃって、そしてこちらはもう何年ぶりにお顔が見れたのかなっていうスイートジュリエットです。もう多分この顔は見覚えないので、なんか私の大好きなグレースの親でもあるんです。全体像としてはこんな感じで、本当に3、4年ぶりぐらいに咲かせた子です。で、なんとか持ちこたえてはいるんですけれども、ベーサルシュートも出てくる気配がありません。そして今すごいものを見つけちゃいました。何でしょう、この穴は。なんだろう、ちょっと心配ですね。鉄砲弾でも入れてみようかなと思います。去年もお花一応咲いたんですけれども、全然スイートジュリエットとは違うようなお花になっちゃって、多分新しい枝が伸びてきたら接ぎ木をしてあげたらいいと思うんですけれども、ちょっといろいろ考えようと思います。この穴は一応カミキリムシのスプレーをして、それから鉄砲弾で塞いどこうかなと思います。
はい、今日は4月19日の火曜日午後5時になるところです。例年よりも早く薬剤散布ができました。バラの新緑が綺麗ですね。で、今日はちょっと驚いたことがあったのでご報告です。こちらなんですけれども、去年バラの種まきをした2020年度の後輩のバラですね。私のオリジナルのバラがつぼみがこんなちっちゃいのに咲きそうになってました。これはクチュールローズチリアがお母さんで、ミステリューズがお父さんのバラですね。赤っぽいお色です。これどうしようかな。咲かせてみたくなっちゃいますね。多分うちで4月にバラが咲くことって珍しいというか、これまでなかったように思います。はい、そしてこちらは西のお庭の二輪草ゾーンです。年々広がってきてるんですけど、結構咲いてます。今朝窓から見たら白いお花が咲いているように見えたので、いつの間にと思ったんですけれども、今日は最高気温が12度ぐらいだったんですけれども、数日前ぐらいまで結構連日23度ぐらいになったりとかしてて、桜も一斉に咲き始めてっていう感じだったんで、いろんなお花が咲いてるんだと思います。雑木の向こうに見えるのがお宮様の桜です。はい、そしてこちらは本日の河津桜です。先日12日ですか、河津桜が満開になったんですけれども、5日間経ってまだこんなに綺麗な状態です。お花が鈴なりになっててとっても可愛いですね。前回ご紹介した時よりも随分葉っぱがしっかりしてきました。今日はバラの薬剤散布をしたんですけれども、桜も結構虫がつくみたいなので、ついでに少しお薬をかけておきました。はい、今日は4月21日木曜日午後2時を回ったところです。気温は20度ぐらいあるんじゃないかなと思います。結構汗ばむ感じです。今日は去年まいた種、2020年度交配したバラの去年まいた種の育ったものを植え替えていきたいと思います。雑草がすごくてすみません。あちらにもあります。ちょっとビデオには映りにくいかもしれないんですけれども、一応去年芽吹いたけど冬枯れちゃったものとかちらちら見当たります。で、こちらはちょっとグリーンが見えますので、もしかして生き残ってるかもしれないので、もうちょっと様子を見ます。とりあえずこういった大きく育ってきたようなものを植え替えていこうと思います。で、結構愛用してるんですけども、この100円ショップで買ったものなんですけど、植え替えごてすごく便利です。ちょっと周りに何も生えてないので、念のために大きめに掘り上げていきます。結構根っこが張ってるのかな。でもこれ下地というか、一番下はバラの家の土が入ってるんですけれども、その上に2センチか3センチぐらいココピートを敷いています。で、ココピートが結構くっつきやすい性質なので掘り上げにくい感じです。
こんな感じで掘り上げていきます。はい、掘り上げてみたんですけれども、こちら結構すごかったです。根っこがよく育ってますね。この下の方、こっちの敷地外まで根っこがいってました。はい、本日は5月7日正午回ったところです。ちょっと今年初めて水切れのような株が出てきたので、今日は今年初めて水やりをしていこうかなと思ってます。それとこちら、この間の河津桜半額だったやつ、さくらんぼができてきてました。それからその隣に、こちらも去年コメリさんでいただいてきた半額だったしだれ源平桃、こっちがちょっとうまくいかなくて上の方が枯れちゃってましたね。お花がこの下の方にしか咲かないみたいです。こちらは2020年の交配苗ですね。今鉢上げ途中なんですけども、もうすでに80株ぐらいはあります。でまだ鉢上げしてない苗もかなり残っても2、30ぐらいはあります。でちょっと大きめの苗になると影になっちゃいますね。結構このようにつぼみがついてる子が出てきてます。まだ小さい苗なのでお花を見たいのは重々なんですけれども、つぼみはカットしておこうと思います。この子はお母さんがコラーユ樹齢で、お父さんが香り飾りです。この子はここにつぼみありますね。この子はお母さんがカーディナルヒュームで、お父さんが香り飾り。この子もお父さん香り飾りですね。たくさん咲く子なんでしょうか。楽しみです。はい、こちらは我が家のマルクシャガールで、年々小さくなって枝枯れで今にも枯れそうな子なんですけど、この子はちょっと咲かせたらすぐ枯れちゃいそうなので、今年も咲かせる予定はありません。でこういう子はつぼみを取って、でお水もまだ湿ってますし、今の時期つぼみがついてる子は土を少し掘って少し湿り気があってもお水をあげた方がいいって聞くんですけれども、もうギリギリまで本当にお水がなくなるまでお水やりはしないようにします。で本当は今8号鉢なんですけど、サイズダウンしてあげてお水が乾く、すぐ乾くようにしてあげた方が元気になるみたいですね。ちょっとサイズダウンも考えようと思います。以前バラの家バラ塾のレポートで教えていただいたのですが、バラは土の間質の繰り返しで根が健全に育ち、枝葉が育つようです。土が乾くときに水分を求めてどんどん根が伸び育つそうなので、我が家では土を2、3センチ掘り返しても湿り気がない状態の鉢のみ
水やりしています。きちんと鉢を確認してみると、寒冷地の我が家では真夏でも水やりは3日に1回で足りる鉢が多いです。ただし、次の水やりまでお水が持つかどうかを迷ったら、お水をあげるようにとのことです。他にも、つぼみがついているバラに限っては、水分が余分に必要で、水分不足だとつぼみが落ちてしまうそうなので、土に少し湿り気があってもお水をあげた方がいいそうです。また、水やりはできるだけ早朝から遅くとも午後2時までに行うのが理想とのこと。夕方以降の水やりはバラが徒長してしまうそうです。お水やりは我が家では鉢の中に新しい水の新鮮な酸素が行き渡るように土を洗うつもりで時間をかけて行っています。バラが花を咲かせるには相当なエネルギーが必要なので、元気のない株はつぼみをピンチしてなるべく花を咲かせず、樹勢を取り戻すまで養生させるようにしています。はい、5月9日午後14時を回ったところです。こちらは大きめのつるバラが植えてある場所なんですけれども、ものすごい雑草です。で、この辺りにいつも二輪草が咲いているんですけども、二輪草もいつの間にか終わっちゃいました。少しここにかろうじて残ってますね。今日はもう始めてるんですけど、よもぎとか大きくなって背が高くなってすごく抜きにくくなる雑草をとりあえず抜いちゃおうと思います。ちょうどこのつるバラとつるバラの間に結構生えてます。あとイネ科のツンツンした草も取っていかなくちゃなっていう感じです。これはコーネリア、結構つぼみが上がってきてますね。ハマキムシにもやられずに今年は順調です。じゃあ頑張ります。こちら雑草だらけでよく見えないと思うんですけども、アイスバーグの下にもかなりよもぎとかいろいろ生えてます。大きくなってきてます。で、去年カーメンくんが使ってて買ってみてよかったこの鎌を使って土の中から根っこを切ってるんですけども、ちょっとまたねアイスバーグがね今年も枝枯れがすごくて、剪定したとこからだいぶかなり枯れちゃってるので、これ邪魔なので切ってからにしようかな。アイスバーグもつぼみが上がってきててよかったです。はい、大きい雑草を取ってみたのですがどうでしょう。大きい雑草を取ってもまだすごいですけど、まあこんなもんでいいことにしようかなと思います。とりあえずこっちのボールズヒマラヤンムスクのところ結構30度ぐらいあるのり面なんで、この後ろ側ほとんど取れませんでした。怖い、滑ってバラに突っ込みそうで怖いなと思って、もうこれは成り木に任せることにします。
それから動画だと分かりづらいと思うんですけれども、こちらのポールズヒマラヤンムスクの手前にコーネリアがあるんですけども、こちらの長い枝がコーネリアの方に風で倒れてきてしまってたので、無理やりあっち側に起こしたんですけども、というわけでお花が全部裏返ってしまったっていう状況になってます。反対側を向いちゃってるんですね、お花が。まだ咲くまでに時間があるので、うまく立ち直ってくれるといいんですけども、楽しみに待とうと思います。はい、そしてこちらは手前からブルーフォーユーサハラ98で、後ろに赤い葉っぱが出てきてるのがスモークツリーで、その横に木の切り株の斜め下ぐらいにこの辺ですね。で、こちらがイングリッシュローズのモーガンヒル、枯れかけている子が植わっています。サハラ98も結構株元のところ大きい穴が開いてて、多分カミキリムシが出てきたんだろうなっていう感じの穴だったんですけども、株元真ん中に大きい穴が開いてます。なんとか今年は持ちこたえてくれたようですね。でもだいぶ小さくなっちゃいました。で、問題のモーガンヒル枯れかけている子なんですけど、ここにちょっとだけ出ているんですが、どうですかね。ちょっと雑草を抜かないというかわからないですけども、とりあえずこの1本だけな気がします。そういえば我が家の地植えのバラはどれも植えっぱなしで、まだ一度も元肥したり用土替えをしていません。2018年度に植えてまだ4年目なので、土の状態がそれほど悪くなっていないのだとは思いますが、除草できずに常日頃様々な科の雑草と一緒に育っているので、もしかして連作障害になりにくいのではないかと自分に都合よく考えています。また、土壌改良剤としてバラの家の堆肥で株元をマルチングするといいそうなので、他にも医療要素を補うための海藻のエキス、それから大根ニームケーキ、珪酸塩白土を加えて株元の土に混ぜ込み中耕するようにしています。5月11日正午を回ったところです。去年種まきした2020年度の交配苗、次々とつぼみがついてきているようです。まずこちらですね。こちらがちょっとお父さんとお母さんが不明のやつですけども、つぼみがついてきてたので取ります。あとこれもうちょっと出てきそうですね。ちょっとこれはまだ大丈夫かな。次々とピンチしていきます。はい、こちらはダフネとイーハトブの香りの苗なんですけども、この辺りもつぼみができそうなところをピンチしていきます。玉に見回ってピンチしようと思います。お花が咲く工程をスキップして、で枝葉の成長のフェーズに移らせてあげます。はい、そのお隣ミステリューズとフリージアの交配苗です。こちらも
つぼみができそうなところをピンチします。でダフネとガブリエルの苗です。はい、こちらはクチュールローズチリアとハイディクルムローズの交配苗です。つぼみできてました。でその隣にカーディナルフームとロマンティックアンティークかな、ロマンティックアンティークの交配苗です。あとこれもつぼみですね。クチュールローズチリアとルイの涙。こちらカーディナルフームとラテラスの交配苗です。つぼみができてました。バラは花を咲かせる生殖成長と枝葉を育てる栄養成長を繰り返すので、つぼみをピンチして花を咲かせず、花を咲かせるはずだった余分のエネルギーを枝葉を育てるのに当てて、とにかく早く株を大きくしたいと考えています。はい、今日は5月15日日曜日、午後4時半を回ったところです。この間裏側にひっくり返っていたポールズヒマラヤンムスクのこの辺ですね。ずらっと一列つぼみが後ろ側に裏側にひっくり返っていたんですけども、きちんとこちらを向くように治ってくれてました。よかったです。でつぼみもそれぞれしっかりついているので、今年は期待できそうです。去年大失敗してしまったんですよね。で今年のゴールデンウィークとかなんとか防除できていたハマキムシなんですけれども、こちらポールズヒマラヤンムスクの手前にあるコーネリア、ちょっとハマキムシ被害出てきてます。でもまあこの程度なら多分なんとかなると思います。この辺もですね、葉っぱがくちゃくちゃって巻かれているのがハマキムシです。ハマキムシが入っている葉っぱは手で一つずつ取り除いてしまって、でちょっと病院とか行ってこなきゃいけないんですけども、それが終わったらお薬を撒いて全体に撒こうと思います。地植えのつるバラたち、今年はバッチリ花芽が上がっていてほっとしました。去年はほとんど花芽がなくなっちゃってあまり咲いてくれなかったので、今年は楽しみにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。